2021年12月16日から31日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。12月16日から31日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらにトランスフォーメーションのカード。前回とはカード違いますが、この時も変容が大きなテーマ。それでこの変容というのは、今まで変容してきたこと、おそらくこの1年というのは、水亀座のエネルギーを受けている人にとっては、激動の1年だったと思うんですが、1年前の自分自身と比べて、同じ人じゃないみたいに変わっている。その激動の1年の締めくくりとしての変容と、これから始まっていく変容。そのあなたの変容の終わりと始まり。このカードでは細胞レベルの変化と書かれてますが、同時に深く癒されていく。それだけ本来の自分自身に戻るための変化。それでこの変化というのは、例えば1年前とは職業が変わっていたりとか、肩書きが変わっていたりとか、パートナーや住む場所が変わっていたり、いろいろな変化があったと思うんですけれども、その変化があなたの外見にとても良い影響を与えている。それはあなたが今まで隠していたような個性が表に現れているんじゃないかなって思うんですが、こちらにソードのキングと知識のカード、あなたの知性や今まで蓄えてきた知識や経験やクリエイティブ能力というのがあなたの外見に現れてくる。それは髪型とかファッションとか、パッと見でわかりやすいところにあなたらしさを加えることができている。それでこの変容というのは、あなたの知識を、あなたの知性を、あなたの個性をより磨いていくという変容でもあるんですけれども、その変容がこの時から始まっていく。その知識を、その知性を、個性をどうやって磨いたらいいのか、どうやって変容していけばいいのかというのが、この時までにつかめている。この1年間でとても大きな変容があって、そしてこの時、激動の変容を受けて、次の変容に進んでいく。この変容のイメージとしては、磨けば磨くほど本来の自分になっていく。この知識とかもそうですけれども、何かを加えていくんですけれども、それを加えることで余分なものが削ぎ落とされていって、本来のあなたが発揮すべき能力というものがよりクリアに見えてくる。そしてそれをどうやって使っていくべきなのか。その模索がこの1年間ぐらい続いていた方にとっては、来年は実践編になっていくと思いますし、この1年間の変容で今ゴールのようなものを迎えて、あまりにもヘトヘトで抜け殻のようになっている方もいるかもしれないんですが、燃え尽き症候群にならないためにも、次あなたがどう変容していくべきなのかという道が照らし出されていく。それもおそらく年末年始にかけて大きな気づきがあるんじゃないかなって思ったんですが、
こちらにペンタクルの10とカップの6、ブレッドのカードが出ております。このブレッドは繁栄と豊かさを表すカードなんですが、このペンタクルの10も同じく繁栄を表すカード。繁栄が2枚も出ているということで、あなたの今回終わって、そしてまた新たに始まっていく変容というのは、あなたを繁栄と豊かさに導いていく。それで両方ともお家とか食事とか人間関係であっても家族もしくは家族のような人をイメージさせますので、家での過ごし方や家でとる食事やご家族との関係、ご家族のように大切な方たちとの関係というのが次の変容のテーマになるんじゃないかなって思いました。あとお仕事で言うと、お家でできるお仕事、お家でできる資格の勉強、あとはこの知識のカードも出ているということで、お家で自分を高めるための勉強をする、お家でできる趣味に取り組む、そしてその趣味も、このペンタクルの10の絵に現れてますけれども、ご家族やお友達と一緒にお家の中でできるような趣味、それがあなたの本来の才能にぴったりのもので、この変容と重なっているということで、それが最終的にはあなたの職業を変えていく。それでご飯が食べられるというような職業になっていく。それはこの専門的な勉強や資格の勉強もそうだと思うんですけれども、今年の変容のように一筋縄ではいかなくて、時間がかかるものだとは思うんですけれども、それを突き詰めていくと、1年後にはそれでご飯が食べられるような職業になっていく。特にこの12月までに、これを深めたい、これを突き詰めたいって思うようなものに出会っていましたら、それはあなたの人生をとても良い方向に変える武器になっていくと思いますので、ぜひおうち時間を充実させてみてください。それで、この12月中旬ぐらいまでにまだ気づいていないという方でも、年末年始あなたが取り組むべきものに気づく大チャンスがあるんじゃないかなって思ったんですが、過去の思い出や昔のお友達、ノスタルジックな出来事がきっかけで、本来のあなたを生かすために何をすべきか、何を学ぶべきか、何を仕事にしていくべきかということに気づいていく。年末年始、実家に帰られるとか、古いお友達と会う機会があるとか、おじいちゃんおばあちゃんの家がある田舎に帰るとか、その出会いや出来事の中にとても大きなヒントがある。そして帰省されない方とかでも、年末年始というといろいろな振り返りが、あなたが意図していなくても、いろいろな振り返りがいろいろなところで行われるわけなんですが、そのあなたが意図して振り返った場合でも、もしくは意図せずに誰かが振り返ったものを見聞きしたという場合でも、それがトリガーになって、次取り組むべきものに気づいていく。そしてあなたはまた大きなこの変容のプロセスに入っていく。それで、もし帰省される方とか、昔のお友達、それほど昔じゃなくても、1年以上会っていなかったお友達とかにお会いするような出来事がありましたら、あなたは何にも変わっていないと思っていても、その方があなたがどれだけ変わったのかというのを指摘してくれると思います。それで、この変化というのは、体質の改善とか健康に関する変容もお勧めされていますので、あなたが本来の自分に戻るべく、体質を変えるために必要な知識というものを年末年始に得られるんじゃないかなって思います。あなたの変容のために必要などんな知識も情報も絶対見逃さないし聞き逃さない。こういう時は自分で探さなくても自然に入ってくる。例えば、ながら見していたテレビから聞こえてきた情報とか、何気なく開いたウェブサイトとか、
そして一緒に高め合える仲間がいる。長い変容にはなるとは思いますが、とてもあなた自身を、そしてあなたの人生をより良くしていく変容ですので、ぜひ見つけたら取り組み始めてみてください。このペンタクルの10には、豊かさは持っているものではなく、楽しむもので成り立っているという意味の言葉が書かれておりますが、この新たに始まっていく変容というのは、先ほど仲間がいると申し上げましたが、一人で取り組むものであっても、それを誰かと共有していくとか、例えば取り組むのに大変なこと、ダイエットのようなことだったとしても、あなたらしく楽しめるようなこと、その楽しむことが根底にあるというのが、あなたらしさを活かせているということでもあって、逆に言うと楽しめていないものはあなたを活かせていないので、あなたが取り組むべきではないこと。そしてそれは人間関係でも言えて、こちらに羽のカードが出ておりまして、不誠実で信頼の置けない人を指すカード。そう感じるような人が一人でもいる場合は、あなたが取り組んでいることというのは、あなたがすべきことではないというメッセージでもある。それだけこの変容のプロセスというのは、あなたを変えるだけじゃなくって、周りの人もしくはそれ以上の人にも影響を与えていく。それで恋愛でもどれだけ一緒にいると楽しいのかというのがキーポイントになってきますので、共に楽しめるもの、共通の学びがあるという場合は、より仲が深まっていく。新しい出会いを探している方にとっては、昔の友達がキーパーソンになる、幼馴染まで遡る方もいるかもしれませんが、その方が紹介してくれたりとか、もしくはその方が新しいお相手になっていったりとか、今まであなたが蓄えてきた知識や人間関係というものが新しいあなたを作っていく。あなたを繁栄と豊かさと安定に導いてくれる新たな変容が始まる時ですので、楽しみながら変容し続けていただきたいなと思いました。それでは12月16日から31日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。